今回は海外で大人気の日本猫について深く掘り下げてお話しします。日本で昔から親しまれてきた猫たちが海外でも注目を集めているんです。その理由や海外のリアルな反応をたっぷりお届けしますので、最後までじっくり楽しんでくださいね。日本猫の特徴とその魅力。あなたは日本猫と聞いてピンとくるでしょうか。現在、いわゆる日本猫と呼ばれる猫は野良猫や保護猫に多く見られるような見た目の猫で、和猫とも呼ばれています。あまり聞き慣れないという方も多いかもしれません。それもそのはず、実際には純血の日本猫という病種はおらず、野良猫や保護猫は雑種の猫なので、日本猫や和猫と呼ぶ人は少ないです。しかし海外では日本猫に注目が集まり、ジャパニーズボブテイルと呼ばれ繁殖が行われており、圧倒的な人気を誇っています。ジャパニーズボブテイルの特徴についてご紹介します。最大の特徴は何といっても短い尻尾です。この尻尾は単なる短さだけではなく、実は非常に個性的なんです。尻尾の長さは5から7センチメートルほどで、丸く巻き込まれていることが多いのですが、その巻き具合や形状には個体差があります。特にウサギの尻尾のようなポンポン尻尾は見た目にも愛らしく、触り心地も格別なんです。さらにジャパニーズボブテイルの体型はスリムで筋肉質。これはフォーリンタイプと呼ばれる体型で、一般的な猫に比べて少し長めのボディが特徴です。また顔は優雅な丸みを帯びた逆三角形で、鼻筋が通った凛とした顔立ちをしています。目は大きく卵型でややつり上がり気味。そのため表情が豊かで、見る人を魅了する力があります。毛質も非常に魅力的で、滑らかでシルクのような手触りが特徴です。アンダーコートが少ないため、毛のお手入れも比較的簡単です。短毛と長毛の両方のタイプが存在し、それぞれが異なる美しさを持っています。こうしたユニークな特徴が多くの猫愛好家たちを魅了してやまない理由です。日本文化と猫の関係。日本猫が世界的に注目を集めている背景には、日本文化の深い影響があります。その中でも人気なのが、日本猫がモデルとなった招き猫。商売繁盛や幸運を招く象徴として日本国内のみならず世界中で愛されています。現在ではアジア全土のお店で日本と同じく商売繁盛の神様として祀られているために、中華料理店が多い海外では中国の神様だと勘違いしている人が多いようですが、招き猫の発祥は日本なのです。海外の反応。招き猫の像は日本の文化そのものだね。日本が大好きなんだよ。日本人は猫が大好きだから。皆さんは東京都世田谷区にある豪徳寺をご存知でしょうか。豪徳寺は招き猫発祥の地としても有名で、1000体以上の招き猫が集まる奉納所があり、海外の人からもとても人気のある日本猫スポットです。ここで少し招き猫の起源についてもお話ししましょう。招き猫伝説の始まりは約400年前の江戸時代初期に遡ります。ある日、近江彦根藩の藩主である井伊直孝が鷹狩りの途中で、ある小さなお寺の前を通りかかりました。すると一匹の白猫が直孝に向かって手招きをしているのを見かけます。不思議に思った直孝がその白猫に導かれるまま寺に入ると、外は急に暗くなり、激しい雷雨が降り始めました。おかげで雨に濡れずに済んだ直孝は大いに感激し、寺を立派に改築しました。その後、この寺は井伊家の菩提寺として発展し、福を招いた白猫は崇められるようになりました。そしてその白猫を模した置物、すなわち招き猫が作られるようになったと伝えられています。日本では当たり前のように見かける招き猫ですが、このような起源があったのです。知っていましたか？日本人は昔から猫に不思議なパワーを見出していたのですね。そうは言いつつ、私は招き猫の顔が少し怖いなと思うことがあります。
招き猫の目はちょっと人間の目に似ていて、猫の可愛らしいイメージとは離れてしまう気がします。同じように思ったことのあるという方はグッドボタン、可愛い招き猫をご存知の方はおすすめをコメントいただけると嬉しいです。ですが、きっとこの独特な見た目が海外の人には日本的で魅力的に感じるのでしょう。海外で人気の日本猫の柄3選。次に海外で特に人気のあるジャパニーズボブテイルの柄についてさらに詳しく解説していきます。それぞれの柄が持つ独自の魅力や海外での受け止められ方について見ていきましょう。三毛猫、三毛。まずは日本猫の象徴ともいえる三毛猫です。この猫は日本の伝統文化と深く結びついており、特に招き猫として知られるそのイメージが世界中に広がっています。三毛猫の美しさは白、黒、茶色の3色が絶妙に混ざり合ったもので、その独特なパターンは一目見ただけで心を奪われるほど魅力的です。三毛猫は特に幸運を招く猫として古くから大切にされてきました。そのため海外でも日本猫にの三毛という日本語名が使われており、日本の文化が深く影響を与えていることがわかります。この文化的な背景が三毛猫の魅力をさらに増幅させ、多くの人々に愛されているのです。海外の反応。この美しい柄は本当に魅力的。見るたびに新しい発見がある。日本の三毛猫は他のどの猫よりも特別な存在だと思う。三毛猫の性格もまた海外で高く評価されています。独立心が強く、自分の意思をしっかり持って行動する姿が自立したパートナーとして理想的だとされています。この点がペットとしての三毛猫の人気をさらに押し上げています。キジトラ、ブラウンタビー。次にご紹介するのはキジトラです。この柄はまさに野生味あふれる魅力を持つ縞模様が特徴で、自然の中で生き抜いてきた猫たちの進化を感じさせます。キジトラ柄は古代から猫の自然な姿を伝える柄として非常に価値があり、猫の持つ本来の美しさを象徴するものとして高く評価されています。キジトラ柄は見る人にどこか懐かしさや親しみやすさを感じさせる一方で、その野生的な美しさは圧倒的な存在感を放ちます。特に海外ではこの自然な縞模様が古代エジプトの神聖な猫を彷彿とさせるとして、歴史や文化に興味を持つ人々に強く支持されています。海外の反応。この美しい柄が私を夢中にさせる。自然の美しさが詰まっている。もし猫を飼うなら絶対にボブテールのキジトラ柄がいい。キジトラは活発で好奇心旺盛な性格を持つことが多く、そのエネルギッシュな性格が飼い主に喜ばれています。飼い主との相性も抜群で、遊び心あふれるキジトラの性格が家族の一員として楽しい時間を提供してくれることでしょう。チャトラ、オレンジタビー。続いて紹介するのはチャトラです。この柄は温かみのある明るいオレンジ色が特徴で、見る人に元気や幸福感を与えると言われています。チャトラはその色合いから日だまりの中にいるような安心感を与えるとも言われ、家庭的な雰囲気を好む人々に特に人気があります。チャトラの猫はその外見の愛らしさだけでなく、性格面でも非常に優れています。穏やかで人懐っこく、他のペットや子供たちとも仲良くできるため、家族の一員として理想的なペットと言えるでしょう。さらにチャトラは幸運を呼ぶ猫としても知られており、その明るい色合いがポジティブなエネルギーをもたらすと信じられています。海外の反応。私が猫に生まれ変わるなら絶対にチャトラ猫になりたいわ。丸い尻尾に美しいオレンジ色、まるでビスケットのよう。チャトラの柄がビスケットに似ているという感覚は初めてで、海外的だなと思いました。チャトラ猫の名前に海外ではビスケットという名前をつけることも多いようです。確かに猫が猫以外の何かに見えることってありますよね。私はおにぎりに見えたり綿あめを連想することがあります。逆に
道に落ちているビニール袋が猫に見えることもあります。きっと猫好きあるあるかと思いますが、同じ方がいらっしゃればグッドボタン、何に見えたことがあるかコメントいただけると嬉しいです。ジャパニーズボブテイルの背景、冒頭にも少しお話ししましたが、興味深いことにジャパニーズボブテイルという名前でありながら日本国内で見かける猫は雑種で、純血の日本猫を見かけることはほとんどありません。その理由の一つとして、短い尻尾の遺伝子が劣勢遺伝であることが挙げられます。そのため自然繁殖による出現が非常に少なく希少な存在となっています。ジャパニーズボブテイルとしてこの病種を守り続けているのは、なんと日本ではなく海外のブリーダーたちです。ジャパニーズボブテイルは日本を代表する病種として海外で特別な扱いを受けています。彼らがこの病種を大切に守り続けている背景には、日本文化への敬意とこの病種の持つ独特の魅力に対する深い愛情があります。こうした努力のおかげでジャパニーズボブテールは今もなお世界中で愛され続けているのです。今回は日本猫の魅力についてたっぷりお話ししました。いかがでしたか？もし初めて知ったという方がいたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また気になった雑学やもっと知りたいことがあればコメントで教えてくださいね。このチャンネルでは猫に関する雑学や病種の歴史、特徴についての解説動画を続々と配信していきます。もっと猫について知りたいと思った方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。